皆さんこんにちは、関野義治です。先週は、ザトウクジラの、最初行動ですね、バブルネットフィーディングを見てもらいました。で今週はアラスカの一番西の端、ベーリン海あるいはベーリン海峡を面したところですけども、700キロ犬ぞりで旅をします。その後凍結したベーリン海峡を徒歩で横断しようという試みがあるんですけども、どうなりますでしょうか。ご覧になってください。手以外とかいろいろありますよね。だいたい G、チャー、ハップ、ウォーだから行け、止まれ、右、左、これが基本だから、これだけは覚えてない。Just left, left, left. And we'll wait down on Big Trail. We'll wait for everybody. Okay, then maybe we can.緊張するね。Get up, get up. Come on, boys. Hey. Come on, good boys. Put it on by. Good boy! Come on! Up! 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 Good boy! All right! Ready?
疲れる。20メートルごとにでも安いやろな。Okay, ready? Up. Oh.犬にペース合わせないといけないって辛いですよね。で犬のペースね乱せないでしょ。それがしんどいな。もうちょっと犬が賢くて人間が体力があるかね。五目上司エビが入ってトウモロコシが入ってなるほどうまそう。うまいどうしたんですか。釣った？今朝マイナス4度か。 4度。暑い暑い。雪硬いんだもん。硬くて重いんだもん。うまい That point is right there. アイランドポイント That one. あー Yeah, Island Point. 今どの辺？この辺この山の裾であそこに見えるのがアイランドポイントああ、そっか。はい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 グッボーイはいはいはいカンパティーはい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 カンボーイはいはいギャンギャンあウォー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 パティウォーパティ大丈夫ですかせーのはいレディーパティーゴーゴーレディーハーパティータイムアップタイムアップレディーハーやあすごい
ストームになっちゃうとここは危ない場所だし。できるだけ岸に近づいた方が。Then we are about here, and then we go straight there tomorrow. We don't want to go like this, so that's why we go a little bit like this. And we stop. So that kind of, you always want to check. We can camping here? Yeah, let's take the chance.100キロ切った？もう100キロ切ります。直線で。直線で。あ、本当100キロ切ったの？あの水がきれいに凍りついて取れないよ。松で凍ってるんだけど、うん。サングラスにこれがついて凍っちゃってね。難所超えたんですよね、とりあえず。もうここからならある程度抜けるんです良かったですね、本当にね。超えられなかったらどうしようか。そうですよね。そればっかり考えてた。そうですよね。耳大丈夫？大丈夫です。痛くない？ちょっと痛いけど、そんな。最初真っ白だったんですか？真っ白自真っ白。分では見えなかったから。あ、赤いわ。なんか締め焼きのひどいやつみたいに腫れてるよね。大体多分この辺は一度だと思うけど、ここだけちょっと、重いかな。で、体は熱いじゃないですか、走ってたから。で、こっち側は全然なんでもないんですよ。風感じるでしょ？風の当たってる側だけ。フリーズだけじゃやっぱ風通るやつじゃダメなんですね。ダメなんですね。風を通さないのでやってれば
運動してれば血液循環に体たちはダメですね。最後に来たね、風が。関野さん、街ですよ。最後にやられたね、風に。すごいね。立ってらんないよ。なんかあっけなく終わっちゃうと思ってたら、最後にお土産。本当に地の果てって感じじゃない。本当に地の果てって感じ。ね。風のターミナルっつってたけど、本当に風のターミナル。パタゴニアの枯れたマリアと似てんじゃん。風のたまり場っていうイメージとしては、ここ着いた時リトルダイヤモンドとロシアが見える予定だったんだけど、見えなかった。We have just arrived last point.
Thank you very much for your support. No problem. Hi, Daijobu desu. Long ways to go. And we're going this way. あ、そうですね。2月でしたっけ？2月に。着いたので、ただ流れてる氷は氷の上に雪が溜まったまま、どんがら流れてくるんですね。ちゃんと凍ってる氷は。今生きてるんで74歳の人に話聞いたら、自分より前の時だって言ってたから。男の人。男の人。この村でエルダーって言われてる人が1980年と87年とかは本当に氷がパックしたって言うんですよ、ここ。それでクジラが行けなくて、北に行けなくて帰ったっていう。だからここにたくさんその動物が溜まってた時があるっていう。でそういうような状態になることもあるみたいですね。でも見入っちゃうことはない。これだけ氷熱いのに。いや、もう向こう側乗れなかった。水が浮いてきた。行っちゃった。どうでしたか？ベーリン海峡を徒歩横断っていうのが今回の一つの目的だったんですけども、ベーリン海峡を横断しようとしたグループが、私たちの以前にあったんですけども、それが早稲田大学の探検部なんですね。1964年5年以前の東京オリンピックがあった頃ですけども、錦正明さんとか宇野戸祐一さんっていう、直木賞作家ですけども
彼ら含めて早稲田大学の、学生がベーリング海峡に面したウェールズっていう町に、しばらく越冬してたんですね。そしてベーリング海峡を渡ろうと横断しようとしてたんです。ところがですね、当時、対岸は今のロシアではなくてソ連です。冷戦真っ只中なんですね。だから非常に厳しくて、要するにそこの場所っていうのは一番米ソが寄ってた距離的に近い場所なんで非常に緊張してた場所です。で早稲田大学探検部はロバート・ケネディ、ケネディ大統領の弟ですねを頼んでソ連と交渉したりとかいろんなことやってたんですけども、やっぱり難しかったんですね。それが早稲田大学探検部の悲願だったわけですが、それをもう私がやろうとしたら、実は私は探検部を自分で一橋大学作ったので、先輩がいないので実は早稲田大学の探検部合宿にも売り込んでました。ですから探検部の準部員で今でも探検部の OB 会の会員なんですね。で非常に密接な関係があって、でお前やるのかっていうので OB たちがもうこぞって応援するから、なおかつ、グレジャーニーの応援団の団長江谷治さんは早稲田大学の探検部の幹事長をやってた人ですし、ものすごく力を入れて応援してくれました。実は、私が犬ぞり始める直後にそのウェールズに住み込んでベーリング海の氷の状況をずっと観察して待っててくれていました。結局早稲田大学3人ですね。1人は探検部じゃないんです。高野孝子っていう、北極探検のエキスパートです。北極を徒歩で縦断したこともある、高野孝子と、それから渡辺隆久君と島田陽馬君っていう若い、探検部の、学生ですね。その間私はカルタゴっていう村から700キロそのウェールズに向かって犬ぞりを、旅をすることになります。今回、犬ぞりの旅初めてなんですね。ですから最初はフェアバンクスの郊外で、犬ぞりのトレーニングから開始しました。で今回の犬ぞりの旅は7名です。日本人5名、デンマーク人1人、アメリカ人1人です。日本人は私、それからカヤックをいつも同行してくれてる渡部純一郎さん、それから、もう今回は、撮影スタッフディレクターの一野正義、それから長谷川佐藤氏はもう一緒に旅する同行者で、もう一人野口勝さんっていう早稲田大学の山岳部じゃないんです。山岳部よりももっと激しい登山をしている学友会っていう岩と氷氷壁ばっかりをやっている、サークルの OB で岩と雪の、エキスパートなんですけども、その人が、参加してくれました。ウリックというデンマーク人は、グリーンランドの国境警備隊員を10年間やってた人で、実はそのグリーンランドの国境警備隊って犬ぞりで回ってるんですね。ですから犬ぞりはもう慣れたもので、彼はそのさっき氷の状態を見てくれてるリーダー格の高野孝子の、実は仲間で、かつて国際隊で、カナダからロシアまで北極点を通って北極縦断というのをやってた一人で、ポールも隊員として、横断隊に参加して、成功したんですけども、その隊員の2人が今回参加してくれて計7人になるわけです。で犬は31頭、犬ぞりは3台です。先頭はウリックと撮影隊2人ですね。で2番目が私と渡部純一郎さんで、3番目がポールと野口さんがで、いつもその順番で、旅をしていきました。それは3台で1台あたり350キロから400キロの装備があります。でかなりの部分が犬の餌なんですね。それから私たちの食料があります。それからカメラとか、あるいは寝袋とかキャンピング用品、炊事用具、いろんなものがあって、そういう重量になってしまうんですけども、とにかく犬の餌が多いんです。ロシアで犬ぞりやるんでまた別になんだけどね、調達しながら餌を調達しながらやってきますけども、今回はドッグフードですを用意しました。あともう一つ特殊なのはラードです。要するに我々も熱量が必要なんですね。ですから1日の摂取カロリーを5000カロリーです。
普段の 2.5 倍なんです。それを取るためにバターを大量に用意しました。犬ぞりで気をつけなきゃいけないことをウリックに聞いたんですけども、彼は、まず火事に気をつけろ、それから強風に気をつけろ、それから白クマですね、飢えてる場合は襲うことがあるので気をつけなさい。ところが、それ以上に注意しなきゃいけないことがあるっていうんですね。それは何かというと、じゃあ凍傷ですかって言ったら、凍傷も怖いけども注意しなきゃいけないけども、もっと注意しなきゃいけないことがあって、それは凍傷ならば指がなくなるとか、腕がもげるとか、足の指がなくなるとか、そういうことで済むんだけども、実はもっと怖いのがあって、それが低体温症ですね。っていうのは、我々の皮膚の表面は0度になっても大丈夫です。マイナス30度になっても40度になっても一時的なら大丈夫なんですけども、心臓とか腎臓、肝臓は30度ですよ。30度で動かなくなります。ですから、表面の温度じゃなくて内臓の温度がそれまで下がっちゃう。それが低体温症です。それは死と直結するので、それだけは気をつけてねっていうことは、一番気をつけなきゃいけないのは濡れなんです。濡れて風吹かれると氷点下1度2度でも低体温症になっちゃうんですね。よく雨のクロスカントリーレースで低体温症で死ぬことがあるんですね。だから着るものに関しても、厚いものを犬ぞりでは羽織るよりも重ね着がいいって言うんですね。要するに常に汗をかかないようにいて、で冷やさないように脱いだり着たりすることを繰り返すのが一番いいっていうのが彼の説明でした。北極圏を通るので、いろいろと服のことを考えました。現地の人はカリブの毛皮を着てたり、あるいは人によっては河川を使ったりするんですが、どっちがいいか、迷いました。で、今回は河川にすることになって、新潟の長岡にある繊維メーカーの大柳って会社に非常に寒さ防寒に強いんですね。で、服を提供してもらいました。その中で、どういう着方がいいかっていうと、厚い防寒具よりも重ね着した方がいいって言うんですね。それはなぜかというと、厚いものを着ちゃうと汗かいても脱いだら急に冷え込んじゃったりするので、自分の汗のかき方によって脱いだり着たりするのが一番いいって言うんですけども、実際に向こう行ってみると、確かに汗かくんですね。そういったいろんなところに通気口をお湯根で工夫して、こういうとこから空気がちょっとでも汗かいたら漏れるようにとか、いろんな服を工夫して作ってもらいました。カルタゴを出発したんですけども、5日間は山岳地帯というか、それも森林山岳地帯ですね。非常にまっすぐじゃなくて斜面があるので、上りは大変だし、下りは曲がりきれないんですね、重たいので。それで激突してそれで400キロのソリを引き上げる、引き起こすのに結構体力がいるので、それを何回も繰り返しているので大変です。犬ぞりやって初めて知ったんですけども、よく犬ぞりで人石未踏の地をシャンシャンシャンって進んでいくっていうことをイメージしたんですけども、少なくともアラスカの犬ぞりではそれがありえないってことが分かりました。というのは、誰も歩ったことがないところはアラスカの犬ぞりは進んでくれないんですね。誰かが通った後だったら行くんです。でも人石未踏の新雪のところを行くってことはないってことが分かりました。じゃあどうするかっていうと、人間が前を歩いて先導しなきゃいけないんです。それがちょっと意外だったので、びっくりしました。アラスカでは犬ぞりレースが、国際的な犬ぞりレースがあるんですけども、ウリックたちはあまり犬ぞりレース興味ないって言うんですね。シベリアンハスキーって馬でいうとサラブレッドなんですね。非常に繊細で、常に足は足袋を履いて、上品にやってて、とにかく自由に動けない。とにかく目的に向かって突き進んでいく。それに対して、こういう旅というかエクスペディションの場合は、食料を積んで、キャンピング用品を作れば、犬がいればどこでも行ける自由さがある。それが魅力だって、オリックも言って、私もあんまりレースは興味ないですね。自転車乗っててもそうですけども、人と争うっていうのはあんまり好きじゃないので、そういう意味でこういう旅あるいはエクスペディションが好きで、そういう意味でウリックと馬が合うんですけども、
犬の扱いなんですけども、実はウリック犬殴るんですね怒ると。厳しい時はやんなきゃいけないんだって言うんですけども、ところがですね、棒で殴ったりはしないんです。なぜかというと、殴るってことはどういうことかというと、手も痛いんですね。で、彼の手時々血がにじんでます。で、要するに自分の痛い目になってこうしつけてるっていうことらしいんですね。棒を使っちゃうと自分は痛い思いしないので、そういうふうなしつけ方はしないっていうのは彼の言い方で、ああなるほどねって思いました。でもそれはロシアでは違うやり方で、しつけをしています。犬ぞり用の犬なんですけども、どのぐらいの大きさかというと、一番小さいので、27キロかな。で一番大きいのは50キロありました。大きさで平均30キロぐらいですね。犬を引いてて、多分かわいそうじゃないかっていう人もいるかもしれないけど、ハーネスをしてる時彼らも走りたくてしょうがないんですね。もう足が動いちゃって本当に走りたくてしょうがないようにこちらには見えました。犬に聞いてみてないんで分かんないですけどね。低胆症が怖くて、凍傷はそれほどじゃないって言ったけど、やっぱり凍傷にかからない方がいいわけで、普段でも気をつけなきゃいけないのが、口の周りとか目の周りは覆えないので、どうしても顔は露出しちゃうわけですね。そうすると一番凍傷を隠れやすいのが鼻の先と頬なんですね。自分で気がつかないんですね。でどうするかというと、お互いに仲間で顔を覗き合います。で、ここに白い点ができるんですね、鼻の先とか頬に。それはもう血が通ってないっていうことなんで、凍傷になりかけなんで、どうするかというと、こすっちゃいけないんですね。手袋を取ると、手袋をしてる手っていうのは温かいんです。それを押し当てるんです。そうすると顔の表面に血流が戻ってホワイトポイントっていうんですけど、それがなくなります。鼻の先もそうですけども、あと気をつけなきゃいけないのは風の強い時ですね。一回渡部淳一郎君が先頭で犬を先導してた時があるんですけども、強い風が吹いてたんですけども、なんか耳が痛いって言ってきたんですね。耳はフードで、フリースでできたフードで覆ってたんですけども、取ってみたら何色、黄色っぽい白に耳が色が変わってたんです。それで大変だっていうので、よく見たら黒ずんでくるんで、これは やばいっていうんで、温めたわけですけども、気づかないんですね。だから足なんかもすごく冷え冷えになることがあります。その時も足を動かすんですね、一生懸命靴の中で。そうすると、血流が戻ってポカポカになってきます。ですから凍傷を防ぐ手立ては、あります。犬の前に動物を使うっていえば馬に乗ってました。馬とかロバですね。じゃあ馬と犬ぞりとどう違うかっていうと、例えば馬だったら馬の乗馬の上手い人がいたら、どんな馬でも上手い人は乗りこなせるんですね。ところが犬ぞりの場合はマッシャーって言うんですけど、犬ぞり使いのことを、優秀なマッシャーがどんな、犬ぞりのチームでもうまく乗りこなせるかというと、そうはいかないんですね。っていうのは、馬は本当に手綱を引けば右行くし、右引けば右行くし、左引けば左行くし、思いっきり引けばストップするし、ところが言葉で操作するわけです。進め、止まれ、右左ですね。それを言うことを聞かすにはかなりのチームワークというか、意気統合してないといけないので、優秀なマッシャーでも結構時間かかるわけです。そういう意味では、犬ぞりと馬とはちょっと違うと言えます。犬ぞり進んでて困るのは、ちょっと離れて写真を撮ろうと思って離れるんですね。犬ぞりが私の方についてきちゃうんですね。ズズズズズズって。あとは途中で村があったりします。そうするとみんなそっちの方に行っちゃうんですね。村人だけじゃなく、今度は犬が出てくるんです。そうすると犬がなだれ込んでめちゃくちゃになるんですね。そういう意味で何か今までと違うものがあると、犬ぞりそっちにダダダダっていっちゃうので、特に人間もそうですけど、犬もそうですけど、もう一つ彼らの獲物ですね。リスとかウサギとか、そういうのが横切ると大変です。彼ら追いかけていっちゃいますから。で怖いのは、それが海岸部であった場合ですね。海岸部でウサギがいて海の方に逃げていった場合に、犬ぞりが滑っていくわけで、そっちの方に思いっきり走っていっちゃうわけです。
でところが海にあると犬はストップするんですけども、ソリは止まんないからそのまま海にこう走ってっちゃう。で、海に落っこってしまうっていう事故が時々あるらしいです。でそういう意味ではコントロールしにくいのが犬鳥なんですね。1ヶ月近く経って、ゴールの村ウェールズに着きます。そこで、ベリン海峡の氷の状態をずっと観察していた高野孝子さん、松本さん、それから島田さん3名と合流します。で、彼らの、報告を受けたんですけども、がっかりというかその報告は悲観的、氷の状態は極めて悪い。温暖化の影響もあるんですけども、全然凍らないっていうことですね。翌日、みんなで氷の状態を見に行きました。そしたら、本当に1キロ沿岸から出たところでもうすでに海が川のように流れてるんですね。これは無理だろう。もうちょっと凍ったら歩けるとこまで行ってカヤックも持ってって渡れないとこはカヤックで渡ってまたっていうこと意見も出たんですけども、だったら最初からカヤックで行っちゃった方がいいんじゃないかという、ことなので、冬厳冬期の、ベーリン海峡徒歩横断は、諦めました。今週の映像はいかがでしたか。来週はクジラ捕鯨の島セントローレス島行って、そしてスキンボート海ヤック、彼らの伝統的な船を探します。ぜひご覧になってください。